ミルトンチャンネルです。今日は私のエブリィにルーフボックスを取り付けて車中泊をより快適にできるようにしてみました。その取り付けたボックスがこちら。このルーフボックス、実はフリマサイトで中古で購入したものですが、導入して車内を広々使えるようになって、釣りやキャンプの道具もたくさん積めるようになったので、車中泊の幅がかなり広がりました。これまで数年間いろんな場所で車中泊をしてきて、ずっと解決したい課題がありました。それは車中泊での荷物問題。私のエブリィは大人一人が車内で食事をしたり寝るには快適に過ごせますが、釣りやキャンプ、その他仕事に必要な道具を積むと、ご覧のように運転席や助手席が荷物であふれ返ります。また訪れる場所や天候によっても必要なアイテムが変わるので、その都度荷物を出し入れしたり、1週間以上の連泊では洋服もそれなりにかさばるので、この荷物問題を何とかしたいと考えていました。そこで今回は私のエブリィでより快適に車中泊ができるようルーフボックスを導入することにしました。 Amazon 等で新品のルーフボックスを購入することも検討しましたが、中古で状態の良いボックスを6000円弱で購入しました。このルーフボックスは現行では廃盤になっている製品ですが、縦196センチ、横78センチ、高さ43センチ、重さ16キロ。大きさの割に比較的軽く、容量も420リットルあるので、スノボやゴルフバッグ、テントも楽々入る大容量のルーフボックスです。購入したルーフボックスを詳しくチェックしていきます。鍵穴は向かって左側、助手席側にあり、片面開きの構造になっています。中をチェックするとこんな感じ。受け皿は深さ約5センチ程度はあります。ボックス内には自立式のバーが仕込まれているので、両手で荷物の出し入れができ、完全に開くわけではないので、雨の日でもボックス内を濡らさずに済みます。このボックスの耐荷重は50キロ。かなり大きくて重たいものでも入れることができます。またこのボックスは片手でも簡単に閉められます。このボックスを止める床面をチェックします。ご覧のようにステーを止める穴が複数箇所開いていて、ルーフキャリアの幅はフレキシブルに変えられるような設計になっています。このボックスはキャリア同士を70センチ以上開ければ固定できるようなので、実際に測ってみます。前のオーナーさんは75センチ程度で固定していたようでした。実はこのルーフボックス、購入後配送をお願いすると2メートルを軽く超える大型商品になり、配送も受け取るのもかなり面倒なので、私のエブリィで直接受け取りに行きました。受け取る際に直接キャリアに固定して運ぶことも考えましたが、きっちり固定して安全を確認してから運びたかったので、エブリィの座席を倒して滑り止めシートを引いて運びました。実際に積載した様子がこんな感じ。これめっちゃでかいっすよね。こういった大物を運ぶのは初めてだったので少し不安だったのですが、縦196センチの大型ルーフキャリアでも余裕で乗せることができました。このルーフボックスの裏面も見てみました。それなりに使用感はありますが、数年間使われていた割には本体に割れ等もなく問題なく使えそうです。このルーフボックスを取り付ける前に、ルーフキャリアに乗っているソーラーパネルを一旦外します。このソーラーパネルは取り付けてから数年経つのですが、全く問題なく固定できていました。固定部分に近づいてみるとこんな感じ。この部分は出先で万が一緩んでしまっても工具なしでも増し締めできるように M520mm の超ボルトと緩み止め防止のフランジナット、これに角バンド穴あきという金具を組み合わせてソーラーパネルを固定していました。固定している金具をどんどん外していきます。この角バンドの部分には滑り止めや金属摩耗を防ぐため、水道管の補修に使われる自己癒着テープを巻きつけていました。こちらのテープも施工から2年ほど経っていますが、緩衝材の役目は問題なくル
ルーフキャリアの細い部分は角バンドにゴム板でかさ増しして取り付けていましたが、軽く自己癒着テープが傷んではいるものの、ここも経年劣化に耐えて問題なく固定できていました。数年間使用する中で、たまにこの接続部分に緩みやネジの落下等がないか確認していましたが、心配していた蝶ネジの緩みも一切なかったので、今後もこのやり方で固定しようと思います。正直この金具を取り外すまでは自己癒着テープが太陽光や熱でボロボロになっていることを想定していたのですが、このテープはかなり優秀でまだまだ使えそうな感じでした。続いてソーラーパネルの MC オンケーブルも外していきます。このケーブルも工具なしで簡単に取り外せるので、個人的に結構気に入っています。金具やケーブルが取り外せたので、ソーラーパネルも取り外します。映像では撮れていなかったのですが、かなりがっちり金具で固定していたので、ソーラーパネルがルーフキャリアのゴムに固着していました。このパネルがゴムから外れてくれず、両手で作業してなんとか取り外すことができました。このソーラーパネルは1枚7キロ程度ですので、1人でも楽に作業できます。2年間屋根の上に乗せていたパネルの裏面がこんな感じ。本当はもっと汚れていることを予想していたのですが、それほど汚れていません。パネル裏面は雨や太陽光にも当たりにくいので、汚れや劣化も少ないのかもしれません。ケーブルもほとんど劣化していませんでした。ソーラーパネルの縁の部分はアルミ製で、ユニクロメッキの蝶ネジで固定していたので、電飾が起こるかもしれないと心配していたのですが、電飾を起こしているようには見えませんでした。ソーラーパネルを外した後の屋根がこんな感じ。黄砂や花粉もかなり降りかかったはずですが、そんなに汚れてなかったのでちょっと期待外れでした。2年半前に購入した横山製作所ロッキーのルーフキャリアもチェックしてみます。このキャリアは日本製で9000円程度とキャリアにしては安い部類の製品ですが、接続金具の角バンドに触れていた部分がうっすら錆びていますが、2年半雨風にさらされてこの程度の錆び具合なら許容範囲なのかもしれません。こちらは先ほどソーラーパネルが貼り付いていた部分、そしてこちらがキャリアに出てきた錆。このキャリアは黒い塗装が薄く錆びが出やすい鉄の製品なので、次回錆び止め等を塗っておこうと思います。上から見るとこんな感じ。ソーラーパネルは車の後ろ側で固定をしていましたが、今回はルーフボックスを固定するのでキャリアのセッティングを変えます。ロッキーのルーフキャリアはご覧のように手でボルトを緩めるだけでキャリアのセッティングを自由に変更できるのでとても簡単です。このボルトも緩みがないかよく確認していましたが、施工後2年半で緩んだことはなかったので比較的安心して使っていました。セッティングの変更はボルトを緩めてキャリアをスライドさせるだけです。キャリアを仮置きできたらルーフボックスを乗せていきます。この作業私は1人でやりましたが、この手のボックスは16から20キロ程度の重さがある製品がほとんどなので、2人以上で作業された方が安全です。ボックスを仮置きできたら映像のように軽く持ち上げつつベストな固定位置を探ります。私は車の上からも確認して固定位置を検討しました。このソーラーパネルも載せるか迷っていたのですが、キャリアにぴったりサイズで載せられそうなので載せてみます。上から見るとこんな感じ。車体からはみ出ることもなく、2つともルーフキャリアにぴったり収まっています。ボックスとソーラーパネルの大体の位置が決まったら、先にルーフボックスを固定します。付属品はこの4つだけなので簡単に止められそうです。こちらがアップとなっているので、こちら側をおそらく上の方に向けてこれで締め上げて固定するような感じだと思います。固定に使うのはこれらの4つのステー。このステーは手で締め上げるタイプになっていて、工具なしで取り付けできるのでとても簡単です。ルーフボックスの鍵を開けて取り付け穴にアクセスします。
ボックスの開閉は両手でやると簡単に開けることができます。この部分で固定するんだと思います。ルーフボックス床面に開いている穴に合わせステーを取り付けていきます。これらの穴は1ステーにつき6箇所、合計24個の穴が開いているので取り付け位置を微調整できるようになっています。ステーはこのような形状になっているのでゴムの面をボックスの床面に合わせ締め上げれば OK です。ルーフボックスの下側からコの字型金具を通し上からボルトで締め上げます。工具を一切使わずに固定できるのでとても簡単です。反対側も同様の手順でつけていきます。この固定の際に車体の天井とルーフボックスまで少し距離があってこの字型金具がルーフボックスの底面にネジの部分が出ておらずうまく固定できませんでした。これを解決するためにエブリィの天井の床面にかさ上げとしてモバイルバッテリーを敷きこの字型金具を持ち上げる状態にしました。これで楽にボルト締めが行えました。固定したステーがこんな感じ。このステーを留めている金具の部分は穴がたくさん開いていて、もしこのステーの幅を広げたい場合はこの穴を利用するとフレキシブルにルーフキャリアの位置を変えることができます。これで付属の鍵で鍵を閉めてしまえば外からアクセスすることができなくなります。ソーラーパネルも合わせて仮置きしてみました。ご覧のようにルーフボックスで若干ソーラーパネルに影ができている部分もありますが、とりあえずはこの形で固定してみようと思います。ソーラーパネルの取り付け穴はルーフボックスの固定で固定位置が変わったので現場合わせで取り付けていきます。はい、ソーラーパネルの留めているこの留め具なんですけど、このように自己癒着テープが若干傷んできているので、ダイソーの自己癒着テープを補強で巻き付けておきたいと思います。これは電気配線の防水や絶縁に使われるテープで太陽の光に当たったりしてもベタつかなかったので、とりあえずこれを巻き付けておきます。このテープ手で触ってもこのようにベタつかないんですけども、引っ張りながら巻き付けることによってテニスのラケットのラバーのような手触りでこのように金属に貼り付いてくれます。そして最後にハサミでカットしてしまえばいい感じに取り付けることができます。イメージ的にはここにゴム管を通したような感じのイメージの効果があるので、これで滑り止めやこのようなナットの緩み止めにもなると思います。貼り方としてはこのように引っ張りながら貼り付けていくだけです。これで OK です。このベタつかずに金属の部分にゴムの樹脂を貼れるようなイメージなので結構重宝しています。ソーラーパネルはパネル面が傷つかないように下に養生してここで穴を開けて現場合わせでこのステーに合う穴を開けていきます。穴を開けるのに使うのはステップドリルを使います。回転数を下げてゆっくりめで動かします。これにより穴の開けすぎを防ごうと思います。このステップドリルを使うことで、ステップドリルは上に行くにつれてすごく太くなっていくので、こういった下に穴を開けたくない場合に使うのに有効です。このようにソーラーパネル自体に傷がつかないようになっているので、こういった理由でステップドリルを使っています。固定金具の角バンドを合わせマジックで印をつけて穴を開けていきます。穴は超ネジが通しやすいよう少し大きめに開けました。
蝶ネジと緩み止め防止のフランジナットで固定していきます。この蝶ネジの固定、奥側は地味に大変です。つらい。よいしょ。オッケー。なかなかつらいなこれ。あ、でもいい感じです。よし、オッケー。蝶ネジの仮止めが終わったら、上からフランジナットを押さえながら本締めしていきます。よし、オッケー。ソーラーパネルの手前側は簡単に締めることができました。ソーラーパネルの MC4 ケーブルも接続していきます。このコネクターはさせる方向が決まっているので、接続ミスがなく片手でも簡単に戻すことができます。この MC4 コネクターが雨や太陽光にさらされないように、この部分で結束バンドでケーブルを留めておきます。これでソーラーパネルの固定完了です。ルーフボックス内部はそこそこ汚れていたので拭き掃除をしました。ステーの取り付け穴はホコリ等が入ってこないようにビニールテープで穴を塞いでおきました。で、このルーフボックスの中にはこのまま荷物を置いてしまうと、この中で滑って後ろの方に行ったり、カタカタ言ったりすると思うので、この部分にはこのような滑り止めのマットを敷くことにしました。これで物がカタカタ言ったり、後ろに物が滑っていく現象も少し軽減されると思うんで、ちょっとこういった形で使ってみたいと思います。主にこのルーフボックスの中に入れるのは釣り具や長靴、キャンプ用品、釣り竿、そして換気扇や車中泊用の網戸、キャンプ用の椅子やテーブル、そして肉も焼ける焚き火台。この他に私の車はかなり改造しているので、こういった工具類もルーフボックスの中に積んでおくことができます。私の車はこういった 12V クーラーや FF ヒーター等も設置しているので、こういった機械が何らかのトラブルがあった時にすぐに対処できるのも安心できます。このルーフボックスはかなり大きいので、車に置いておきたくない車中泊のゴミを乗せたり、サップやスキー板も追加で積むことができます。ルーフボックスを取り付けて50キロほど運転してみました。ボックス内の荷物をチェックしてみます。ご覧のように今日は結構雨が降ってるんですけど、中は一切濡れてません。中古なんでちょっと心配してたんですけど大丈夫でした。運転で荷物が移動することもなく、積み荷が散らかることもなかったので、滑り止めシートの効果があるような気がしました。今後このルーフボックスを使っていく中で、もしこれらの荷物が滑るようなら、バスケットネットやゴム製の荷物固定バンドも買ってあるので、これらを適宜使っていこうと思います。ルーフボックスを取り付けた後の車高を測ってみます。タイヤからルーフボックスの一番高いところまでの高さは約2メートル25センチ。一部高さ制限で入れなくなる立体駐車場も出てきますが、このボックスの積載量はそのデメリットを気にならないほど荷物を積めるようになるので、かなりテンションが上がりました。今後はこの仕様で数週間の車中泊旅をしようと思っているので、このボックスに遊び道具をたくさん積んで出かけたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。